おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新ニュースを一挙にお届けします。テスラの完全自動運転がいよいよ欧州の高速道路で承認される見込みです。これが実現すれば、テスラの FSD の展開はどこまで進むのか。さらにテスラがバッテリー供給でパナソニックに圧力をかけているというニュースも飛び込んできました。アメリカ国内での生産拡大を急ぐ狙いとは一体何なのか。そしてイーロン・マスクさんが率いるザ・ボーリング・カンパニーがアムトラックの大型契約を狙っているという情報も、さらにデラウェア州からの企業脱出デグジットが進んでいます。テスラが先導するこの流れに続く企業は増加中。企業移転の背景にはどんなリスクが潜んでいるのか。最後にセマイとサイバーキャブの中国製部品の輸入再開とオプティマスのデータ収集オペレーションの募集についても解説をしていきます。今日の動画はテスラオーナーの方やテスラに投資をされている方にとっても見逃せない内容となっていると思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。ではまず最初にテスラの完全自動運転機能 FSD がいよいよ欧州で新たな展開を迎えようとしています。UNECE、つまり国連欧州経済委員会が新たな規制を承認したことにより、9月26日から欧州の高速道路で FSD が部分的に承認される見込みです。この新しい規制では、システム主導の操作、通称 SIM が高速道路上で認められることになります。これにより、テスラの FSD は車線変更や加速、減速といった自動運転操作が可能になりますが、重要なポイントがあります。それは都市部での運転には引き続き制限があるという点です。例えば信号の読み取りや交差点での停止といった都市部の複雑なシナリオにはまだ対応しません。つまり FSD が高速道路でどれだけ優秀なパフォーマンスを見せても都市部の完全自動運転まではもう少し時間がかかりそうです。また欧州ではドライバーの注意義務が厳しく規定されています。今回の規制でもハンドルナグ、つまりハンドルに触れていることの確認が義務付けられる見込みです。これにより完全なハンズフリー運転とはいかないものの部分的な自動運転が進展することになります。いずれにせよこれは自動運転の大きな進展です。大きく期待していきたいなと思います。次はテスラがパナソニックに対して強烈なプレッシャーをかけているというニュースです。テスラが急いでいるのはアメリカ国内でのバッテリー生産の加速です。その背景には IRA、つまりインフレ抑制法の存在があります。この IRA の税制優遇措置を最大限に活用するためには、アメリカ国内で製造されたバッテリーの使用が条件となります。これにより中国製バッテリーへの依存度を減らし、アメリカ国内での供給網を強化する狙いがあるんです。そこでテスラが焦点を当てたのがパナソニックのカンザス州の新工場です。この工場は2022年から建設が進められていて、2027年の3月までに生産能力を 60% 増加させる計画です。しかしテスラはこのスケジュールを前倒しするようパナソニックに強く要請しているというわけです。ではなぜテスラがここまで急ぐのか。それはバッテリーの供給の確保がテスラの生産計画全体に直結しているからです。特に FSD の普及やサイバーキャブ、セマイの生産再開には大量のバッテリーが必要です。そのために米国内でのバッテリー供給をいち早く確立することがテスラにとって優先事項になっているということになります。一方でパナソニック側の動きにも注目が集まっています。現在パナソニックは和歌山工場でも新型バッテリー4680セルの量産準備を進めています。これはテスラの新型車向けに供給される予定ですが、ここでもテスラは生産スピードの加速を求めているんです。しかし、ここで問題になってくるのがパナソニックの経営戦略です。現在パナソニックはグローバル規模で
1万人の人員削減を進めていて、その一方で新工場の立ち上げも進めなければいけません。つまりコストの削減と生産拡大という2つの相反する課題を同時に抱えているんです。このようにパナソニック側の問題もありますが、ぜひね、日本の企業としてここは頑張ってもらいたいなと思います。続いては、イーロン・マスクさんが率いるザ・ボーリング・カンパニーの最新動向です。今回浮上しているのは、アムトラックの大型トンネル事業への参入の可能性です。このプロジェクトの名称は、フレデリック・ダグラストンネル計画、ボルチモアとワシントン DC を結ぶ鉄道路線の老朽化したトンネルを置き換えるというものです。現在のトンネルは150年以上も前に建設されたもので、構造的な限界に達しています。このプロジェクトの予算ですけれども、当初60億ドルとされていましたが、最新の見積もりでは85億ドルにまで膨らんでいます。ここで登場したのがザ・ボーリング・カンパニーです。イーロン・マスクさんは従来の掘削技術に比べてコストを削減できる技術を持っていると主張しています。実際ボーリングカンパニーはこれまでにもラスベガスのコンベンションセンターループなどでトンネルの掘削の実績を積んでいます。今回のアムトラックの案件に関してもその技術を活かしてコスト削減と工期の短縮を狙っているんです。しかしこの契約にはいくつかのリスクも存在します。まずアムトラックのトンネル事業は政府主導のプロジェクトです。イーロン・マスクさんはトランプ大統領の顧問も務めていて、政府との関係が深いことから利益相反の懸念が指摘されています。さらにザ・ボーリングカンパニーの技術はまだ発展途上とみなされています。ラスベガスのループでも一部で渋滞が発生し、計画通りに運営されていないとの報告もあります。今回のような大規模なインフラプロジェクトでその技術がどこまで通用するのかが注目されているというのが現状です。では次はデグジットと呼ばれるデラウェア脱出の話題です。テスラが法人登記をデラウェア州からテキサス州に移転したことは以前から話題となっていましたが、今この流れに続く企業が急増しています。そもそもなぜテスラがデラウェア州を離れる決断をしたのか、その背景には2024年にデラウェア州の裁判所が下した判決があります。イーロン・マスクさんが受け取った560億ドルの報酬パッケージが過大だとされ、裁判所はこれを無効としました。この判決を受けて、イーロン・マスクさんは X でこう発言しました。デラウェアに法人登記をするなと。これが火種となり、他の企業にもデラウェア州の脱出の動きが広がり始めました。例えば、ドロップボックスやザ・トレードデスクはネバダ州に法人登記を移転しています。トランプメディア&テクノロジーグループはフロリダへ、さらにカリフォルニアの企業も続々とデラウェア州を離れつつあります。ここで重要なのは、なぜデラウェア州が敬遠されるのかという点です。一つ目の理由は、企業に対する訴訟リスクの増加です。デラウェア州はこれまで企業の内部者に対する訴訟を起こしやすい州とされてきました。今回のイーロン・マスクさんの報酬パッケージの無効化もその一例と言えるでしょう。二つ目の理由は、テキサスやネバダ州が企業にとってより有利な法的環境を提供していることです。例えばネバダ州は企業内部者への法的保護が強く、訴訟のリスクが低いとされています。また、テキサス州は企業の納税負担が少なく、経営者にとって魅力的な州です。デラウェア州にとっては、この流出は大きな痛手です。なぜならデラウェア州は法人登記関連の手数料や税収で州の予算の約3分の1を賄っています。もし企業の移転が続けば、デラウェア州の財政に深刻な影響を与える可能性があるんです。では次はテスラが再び中国製の輸入部品を再開するというニュースです。対象となってくるのは電動トラックのセマイと自動運転ロボタクシーのサイバーキャブです。これらの生産計画がようやく動き出そうとしています。今回の輸入再開のきっかけとなったのはアメリカと中国の貿易交渉での合意です。5月末までに関税の一部が引き下げられ、テスラは再び中国製部品の輸入が可能になりました。これによりセマイとサイバーキャブの生産が再スタートを切る見込みです。しかしこの再開には
リスクも存在します。アメリカと中国の間の関係は依然として不安定です。関税の引き下げは一時的な措置であり、再び制裁関税が課される可能性もゼロではありません。そうなってくると部品の調達のコストが急上昇し、セマイやサイバーキャブの価格設定にも影響が出るでしょう。こちらに関しては引き続き動向が重要となってきます。では最後のセクションです。今回テスラが人型ロボットオプティマスのデータ収集オペレーターを募集しているというニュースが話題となっています。今回の募集の内容ですが、仕事の内容はデータ収集オペレーター。具体的には、モーションキャプチャースーツや VR ヘッドセットを装着して、オプティマスに必要な動作データを収集するというものです。つまり、オプティマスが人間の動作を正確に模倣できるようにするための基礎データを提供する役割です。応募資格にもいくつかの条件があります。まず身長は5フィート6インチから6フィートまで、日本で言うと約167センチから183センチまでの範囲です。また約 13.6kg の機材を持ちながら1日7時間以上の歩行が求められます。つまり体力的にもハードな業務です。そして給料も注目ポイントです。時給は25ドル5セントから48ドル。つまり日本円でおよそ3800円から7200円。年収に換算すると最大で約1500万円にもなります。この高待遇が示すのは、テスラがオプティマスの開発にどれだけ本気で取り組んでいるのかということにもなります。ではなぜオプティマスのデータ収集を加速させるのか。その背景にはオプティマスの商業化計画が関係しています。モルガン・スタンレーの予測によれば、人型ロボット市場は2050年までに5兆ドル規模に成長する見通しです。テスラはこの市場に早期参入し、工場作業や倉庫業務などでオプティマスを活用したい考えです。さらに注目すべきは、オプティマスの動作精度です。最近公開された動画では、より一層スムーズにオプティマスが動いているっていうのも見られています。今回のデータ収集オペレーターの募集も、この技術をさらに磨き上げるためのステップと言えるでしょう。はい。ということで今日のテスラのニュースいかがだったでしょうか？今回の内容はテスラの自動運転技術、バッテリー戦略、トンネル事業、そしてロボット計画まで幅広くカバーさせていただきました。この毎日着々と前進しているテスラ、ほんとすごいなと思います。引き続きこれからの未来を作っていくのはテスラだと思っていますので応援していきたいと思います。では最後にテスラの株価をチェックしていきましょう。本日はさらに上昇し、現在346ドルとなっております。350ドル目前まで伸びてきている状況です。はい。ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえばテスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。推進です。テスラの購入を考えた場合に、今の僕なら中古で買います。毎週中古車情報を見ていますが、最近は旧型のモデル Y が結構出てきています。それもいい値段で出ていると思います。テスラの場合はアップデートをするので、1年前の車も2年前の車も車の中に入っている機能は同じです。これは非常に価値があることになると僕は思っています。なのでテスラの購入は僕は中古がおすすめです。もしテスラを中古で買いたいなと思われている方がいたら、僕の方が中古車情報を提供していますので、興味ある方は僕の公式 LINE の方から聞いてみてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。